この動画は、ストーリーの途中です。最初から見たい場合は、概要欄またはチャンネルページの再生リストからご視聴ください。なお、外国語に対応した字幕をつけておりますが、自動翻訳ですので、精度が低いことをご理解ください。それでは、本編をお楽しみください。日が落ちた。初冬の風が寒さを運んでくる。俺はガードレールに腰掛けながら椿との会話を続けていた。あれから2度西区の港と隣の島で椿を走らせた。移動手段も徒歩、電車、タクシーと様々な動きをさせることで警察の気配を探った。椿に言った通り慎重に事を進める。南区の住宅街で椿は大きな騒ぎを起こした。アタッシュケースを持った少女の姿は目立つ。そんな不審者をどこかの人のいい市民が通報しないとも限らない。そして警官が、不審者と誘拐事件等を結びつける可能性がないとは言い切れない。しかし本日中に警察が不審者を椿と断定し、誘拐事件の被害者であることを調べ上げるとはとても考えにくい。身代金ダッシュは今日中に行う。証拠も残していない。あの白いセダンにしてももともとが盗難車だ。本屋中に県外のスクラップ工場に運ぶ手はずも整えている。あの車から足がつく心配をするならば、例えば今すぐに、関東域に大震災が起こる心配をした方がいい。ほとんど全ての準備が整った。あとは宇佐美だ。どうやら椿と行動を共にしているようで、それとなく距離を置いているようだ。椿を監視しながら、宇佐美の姿も探しているが、これが意外なほどに見つからない。あのおかしな髪型が尾行に適しているとは全く思えないが、それこそが盲点なのかもしれない。あれだけの長髪ならば、いくらでも髪型を変えることができる。帽子をかぶり、メガネでもかけられれば、パッと見にはわからないほど変貌するだろう。しかし最後には必ず俺が身代金を奪う。今は奴らを引っかき回して疲弊させることだ。また頭痛を覚えたが、今度ばかりはこらえることにした。今頭痛に身を任せるわけにはいかない。体内に燃え盛る鬱屈した感情に闘志を募らせる。邪魔をするな、浅井、宇佐美。さあ出てこい魔王。もう時刻は夜の8時を回っている。朝早くから市内を駆け回されて、ついには東区の公園までたどり着いた。すごいな、自分家の近所まで来たか。春は茂みに身を潜めていた。物音一つ立てない。日中は市民の憩いの場となっているであろう公園も、今では不気味なまでに静まり返っている。椿の体力は大丈夫なのだろうか。公園に来るまでに椿はまたコインロッカーにケースを入れていた。鍵だけ持って園内のゴミ箱のそばにやってきた。春は今度はロッカーを無視して椿を追うことにした。身代金を奪うには駅構内のロッカーに近づく必要があるが、ロッカーを開けるには鍵が必要なのだ。一応ロッカーの近くにも人を残していた。セントラル街で偶然に京介に出会ったのだ。はあ。事情を説明すると、京介は喜んで協力してくれた。父親の仕事を手伝っているというが、意外とフリーな時間は多いようだ。椿の携帯が鳴った。春は耳を澄ました。顔を出すのはまずい。音だけで状況を判断しなければならない。はい、わかりました。
椿の声にはさすがに疲弊の色がうかがえた。極度の緊張が続いたのだから無理もない。警官に囲まれた時などパニックに陥っていた。鍵をゴミ箱に捨てればいいんですね。考えてのことかどうかはわからないが、椿は犯人の指示を復唱してくれていた。わかりました。すぐ行きます。言い切って携帯を切る音がした。足音が聞こえる。どうやら椿は走り去っていったようだ。取り残された春は身を小さくした。待っていれば魔王が鍵を回収しに現れるはずだ。いや、違う。自分も疲れているのか。魔王がここに現れるはずがない。なぜなら椿はまだ鍵を手に持っているからだ。じっと耳を澄ませていたが、椿がゴミ箱に何かを捨てるような物音は拾えなかった。マジで。あれだけ犯人に従順だった椿が、犯人の意思を無視したってこと？椿は鍵をゴミ箱に捨てればいいんですね、と言った。しかしそれはたまたま口にしたのではないか。なぜなら、もし椿が気を利かせて魔王の指示を復唱してくれたのであれば、その後も逐一状況を伝えるような発言や行動があってもいいものだからだ。鍵をゴミ箱に捨てるときにわざわと大きな音を立てたり、捨てたことを声に出してくれてもいい。何より、その後の椿のすぐ行きますという発言は気を利かせて復唱してくれているにしては、どこに向かうのか、わからない曖昧さがある。魔王と椿の会話はおそらくこんな感じだったのだろう。鍵をゴミ箱に捨てればいいんですね。いや、待て。やはりセントラル街に迎え。わかりました。すぐ行きます。なるほど。その線もあるか。そもそも椿は南区で警官に職務質問を受けて以来、魔王にえらく怯えていた。気も焦っていることだろう。そんな状況で春のことを気にかけている余裕はないはずだ。思わぬ足止めを食らうところだった。単なる聞き違いから勝手に、勝負をリタイアしてしまうところだった。それにしてもいつになったら現れるんだ。言いつつも春は決着の時が近づいているような逼迫さをひしひしと感じていた。もうどれくらい駆け回っていることだろうか。何度引き渡し場所を変えられたかわからない。極度の緊張が続いた椿は疲れ果て、会話をするにも息が詰まりそうになっていた。頑張るな、椿。犯人が電話越しに言った。もう9時になるか。そろそろ弟たちを寝かしつける時間じゃないか。次はどこに？椿は息を切らせながら聞いた。お金は必ず渡しますから、弟を返してください。そればかりだな。ひろあきが帰ってくれればそれでいいんです。帰ってくればそれでいいんです。だが本当にいいのか？身代金を渡りしたりしていいのか？今更何を言うのか。椿はすでにまともに頭を働かせる記憶が薄れていた。そのお金は家族の全財産ではないのか？はい。金を失えば弟は帰ってくるかもしれんが、お前たちは路頭に迷う。路頭に迷うことになるのではないか？それでもいいのか？弟の命には変えられませんから。犯人は感心したようなため息をついた。命は金に換えられないというが、果たして本当にそうなのかな？当たり前です。お金より大事に決まっているじゃないですか。そういった決まり文句にこそ貧乏を経験したことのない何よりの証拠だと思うがな。確かに大家族で家は古かったけど貧乏ではないんだよな、椿。椿は確かにお金がなくて困っている両親の姿を見たことがない。
それほど裕福でもないと思うが、決して貧乏と言い切れるほどの家庭でもなかった。犯人はたびたび椿の理解できないことを問いかけてくる。椿を困惑させるようなことを言って、それが身代金の引き渡しにどう関係するのだろうか。早く終わらせませんか？もう限界か？いえ、ただいつまで続くのかと。弟の命はかかっているのに弱音を吐くのか？その瞬間、椿の心に火がついた。おお。違います。弟に早く会いたいだけです。許せなかった。また、許せないと思えるほど犯人を憎んでいる自分に戸惑いもした。けれど、言葉は溢れ止まらなかった。許さないから。ヒロアキに何かしたら許さないから。もう訳がわからなかった。先ほどまで犯人の心情を、これ、たばかっていたでいいのかな？自分はどこへ行ったのか。たばかるは違うか。はばかるか。犯人の心情をはばかっていた自分はどこに行ったのか。短気を起こして犯人を怒らせてしまったらどうするのか。ヒロアキに会いたい。ただそれだけを考えた。頃合いか。犯人がふと言った。次が最後の指示だ。今すぐ駅のロッカーからケースを回収しろ。そして9時半までにセントラル街のハンバーガーショップの前まで来い。メモを取る余裕はなかった。9時半ですか？今から駅に行ってまた街まで戻ってくるにはギリギリの時間だった。急げばなんとか間に合う。店の前の歩道にケースを置いてすぐに走り去れ。わかりました。やるしかなかった。以上だ。遅れたら弟の命はない。今度は絶対だ。身代金を確認したら追って連絡する。通話が切れた。椿はしばらくの間、携帯を耳に添えたままだった。まさか身代金の引き渡しがこんなに体力を使うものだなんて知らなかった。犯人はこれで最後だと言った。今までも何度か同じ文句を言われ、その度に騙されたが、今度は違うような気がした。帰りを待つ家族のことを思った。父も母も心配していることだろう。もうすぐ帰るからね。春は椿を追うのに必死だった。椿は駆け足でセントラル街を抜けていった。勢いよく駅に入ってケースをロッカーから取り出した。浅井は？椿の動きは疲労している割にかなり素早かった。まるで最後の気力を振り絞っているかのようだった。駅構内が混乱しているのもあって、ロッカーを見張っているはずの京介の姿を探している余裕はなかった。まずい。春は人でごった返したストリートを見渡した。まるで視界が効かなかった。路上に若者があふれ、まるで道を塞ぐ土砂のようだった。何度人と肩をぶつけただろうか。椿のコートの背中も時折人にまみれて見失ってしまうほどだった。春も普段アルバイトの帰りにこの道を通るのだが、これほどまでの大混雑は初めてだった。一体何が起こっているのか、すぐに見当がついた。それだ。みんな、私テレビ出るよ。そうだ。生放送のテレビ番組。カノンを一目見ようと、あるいは少しでもテレビに映ろうとしている人々が集まってきているのだ。道路脇にテレビ中継車と思われる車や機材を運ぶ人もいた。魔王はこの時を待っていたのではないか。息が詰まりそうなほど大混乱したセントラル街は、身代金を奪って逃走するには絶好の機会と言える。椿。春は一度椿を引き止めて身代金をどこに運んでいるのか聞き出したかった。けど、叫び声は当然のように喧騒にかき消された。椿にはもう余裕はなさそうだった。
魔王からせかされているに違いない。しかし、椿を今まで以上に急がせているということは、魔王にとっても今回が勝負どころだということだ。やるなら今だ。春は猛然と椿に迫った。椿は肩で息をしながら、ようやく目的のハンバーガーショップまでたどり着いた。まだ9時半になっていないことを祈るばかりだった。人混みをかき分けるように進んだ。無理に走って人にぶつかって怒鳴られた。大勢の人に迷惑をかけてしまった。謝っている暇も余裕もなかった。焦っていた。アタッシュケースを落として転倒してしまったことすらあった。命より大事なケース。しっかりと握り直して駆け抜けた。立ち止まった。何気なく辺りを見渡す。ここに置いていいのだろうか。関係ない人に拾われたりしないだろうか。犯人はケースを置いてすぐに立ち去れと言った。そんな時、底抜けに明るい声が大音量で雑踏を貫いた。全国の皆さん、9時半ですよ。椿は唖然として耳を疑った。どうしてカノンちゃんが？わけのわからないことばかりだった。ただはっきりと聞いた。今9時半なのだ。ケースを置いて立ち去らなければヒロアキの命はない。今だ。椿がアタッシュケースを路面に置いた瞬間だった。俺は人混みを抜け、足早にケースに近づいた。ケースをしっかりと掴む。ケースが持ち主の手を離れたのは時間にして5秒もなかっただろう。人々は皆颯爽と現れた人気フィギュアスケート選手浅井カノンに目を奪われている。これだけの大混雑だ。生番組の放送に合わせた身代金ダッシュ。これだけ引っかき回したのだ。たとえ背後に警察がいても逃げおおせる自信はある。なぜなら俺はこの街を知り尽くしているからだ。逃走ルートはいくつも考えられる。宇佐美ごとき一人の少女に何ができるというのか。ケースを持った男を捕まえてください。背後から声が上がった。宇佐美だ。どうやらきちんと椿の後をつけてきたようだな。一瞬だけでも姿を見られたか。しかし宇佐美のこのオフィス街に近い雑踏の中にどれだけケースを持った人間がいると思うんだ。俺の目論見通り、注目が、俺に集まっている様子はない。ひったくりです。騒いだところで無駄だ。俺は背筋を正し落ち着いて歩く。ひったくりならなおさら急いで逃げるようなものだ。誰も俺が誘拐犯などとは思うまい。いや、妙だ。五感を覚えた時、スピーカーから声がした。あれあれ、なんだか騒ぎが起こってますよ。生中継のテレビが厄介だ。カメラを向けられたら俺の姿が映像に映らないとも限らない。こんなお遊びで俺の姿が映像に残っては今後の計画に支障をきたすかもしれない。急いで逃げ出したいが、ここで走り出せばひったくり犯だと名乗り出るようなものだ。肩越しに背後を覗き見た。宇佐美の長い髪が人を隔てて垣間見えた。目の前まで来とるな。先ほどちらりとケースを持った男の後ろ姿が見えた。あれが魔王だ。足を緩めず人の波をかき分ける。もう一度魔王の後ろ姿が見えた時、正面から誰かとぶつかった。小さく謝って脇をすり抜けた。何やこれ。焦りに、せかされながら、魔王を探す。いた。人垣の向こうにケースだけが見えた。人の群れに飛び込むようにして体をねじ込ませた。距離は縮まらない。もみくちゃにされながら腕を伸ばす。あと少しだ。あと少しで魔王に手が届く。最も混雑した場所を抜けた。
宇佐美をうまく負けただろうか。後ろを振り返るのは危険だ。顔を見られる恐れがある。ひょっとしたら宇佐美はもうすぐ後ろまで迫ってきているのかもしれない。タクシーを使うか。しかしこの混雑では車はすぐに移動できないだろう。いや待て、タクシーか。俺は歩きながら道路脇に連なって停車しているタクシーのミラーを覗き込んだ。幸運と言うべきだろう。宇佐美の制服と長い髪が後方にはっきりと映った。何かを手に掲げているように見える。距離にして10メートルもない。宇佐美はしっかりと俺の後ろ姿を捉えているだろう。あまり目立ちたくはないがやむを得ないか。俺は地面を蹴った。魔王が突如走り出した。後ろも振り返らずにどうして春の接近に気づけたのだろうか。次の瞬間、春は路上に無秩序に連なるタクシーの群れに悔しさを覚えた。春は魔王の後ろ姿を見た。背の高い男性だった。前回対峙した時、魔王と名乗った人物とかなり輪郭が似ている。足も長いようでぐんぐん引き離されていく。しかし追跡は楽になった。この雑踏の中で走るという行為はかなり注目を集めるからだ。道を避ける人々の声や迷惑そうな視線が嫌でも魔王に集中する。所在なく歩いている通行人をかき分けながら魔王がコーヒーショップに入るのが確認できた。黒ネズミだと思った。しかし、店の前にやってきた時、自らの浅はかさを呪った。規模の大きい大手チェーンのコーヒーショップだったんだ。立地面積も広く大通りの角に位置していた。当然出入り口は2つ以上あるだろう。一瞬でも足を緩めた時間を悔やんだ。わざわざそんな店に入るあたり、魔王はやはりこの街を知り尽くしているのかもしれない。追い切れるか。自問自答した。けれど何としても捕まえたい。椿のためにも、そして自分自身のためにも。セントラル街を抜けると人通りも少なくなってきた。何度か背後を振り返った。夜の闇でわからないが通行人の避難するような声が後方から上がっている。宇佐美はまだまだ追いかけてきているようだ。執念深いな、まったく。完全に巻いてやるとしよう。俺は歩道のガードレールを飛び越え車道に出た。渋滞気味でノロノロと走る車の前を横切り、一気に反対側の歩道に渡りきる。けたたましいクラクションが鳴った。これで宇佐美も俺を追いやすいはずだ。足を休めず先を急ぎ細かい路地に入った。薄暗い路地。光の差さない場所に、定住する奴らの姿を発見して俺は勝利を確信した。鬼ごっこはもう終わりだ。俺はハンカチを取り出し、指紋の残らぬよう自らの指を包んで、すいません、どいてください。何度同じことを言ったことだろうか。その度に非難の視線や罵声を浴びせられた。手に持っているものも、かなりかさばる。春はキョロキョロと辺りを見回しながら、魔王の背中を目で追った。セントラル街から少し外れてもまだまだ周りは、明るかった。車道を進むおびただしい数の車のライトがとても頼もしい。そんな時車道からクラクションが鳴り響いた。見れば魔王らしき男が悠々と車道を横断していた。ライトの逆光で顔が見えないのが残念でならなかった。魔王はそのままビルの間の細かい路地に入っていった。春もすぐさま後を追った。人が2人並んで歩けないような狭くて視界の悪い路地だった。誘い込まれた。嫌な気配がしたが気にしている余裕はなかった。そして暗がりに飛び込んだ時、何かを踏んづけた。バランスを崩し前につんのめるような格好で地面に倒れてしまった。肉感があった。どういうこと？春も驚いたが踏まれた何かも悲鳴を上げた。目を凝らすとそれが人間の足であることが分かった。すいません、大丈夫ですか？無意識にしゃがみ込んだ。
独特の一臭が鼻をつく。ホームレスと思わしき男たちは数人いた。白く濁った目で春を睨みつけるが、すぐに興味を失ったようだ。彼らは何かに熱中しているようだった。地面に膝をついて必死に手を動かしている。薄暗い路地をまさぐるように何かをかき集めていた。お金？指の間から数枚の紙幣が見えた。やられたと内心でほぞをかみながら路地を抜けた先を見据えた。それまでしっかりと目に焼き付けていた魔王の後ろ姿はもうなかった。椿。つぶやくと一層無力感を味わった。一日にわたった身代金をめぐるやりとりもついに終わりを迎える。何はともあれお疲れ様。俺は何食わぬ顔で言った。今には椿と椿の親父さんだけがいる。悪いな、何もしてやれないで。いいの、ありがとう。何にせよ、椿は犯人の指示通りに動いたわけだろう？多分、途中でアクシデントもあったけど。だったら、犯人もちゃんとひろあきくんを返してくれるさ。そうだといいけど。一息ついて俺は額の汗を拭った。今日の仕事は忙しかった。まさか、市内をあちこち駆け回ることになるなんてな。ゴンゾーも本当に俺をこき使ってくれるな。すまないね、浅井くん。こんな時間まで。いえいえ、乗りかかった船です。今後もお手伝いさせてもらいますよ。今後とは、当然立ち退き手続きだ。身代金が奪われた以上、椿に5000万円の借金は返せない。早速担保の土地を差し押さえさせてもらおうか。あとは春ちゃんか。なんだって？春ちゃんが犯人を捕まえてくれているかもしれないの。そうか、宇佐美がな。歯がゆいな、まったく。宇佐美が犯人を捕まえるだって？椿は宇佐美に犯人を捕まえるよう頼んだのか？きっちりお願いしたわけじゃないけど、春ちゃんの好きにしたらいいって言ったの。そうか。バカかこいつは。宇佐美を頼るくらいなら最初から警察に連絡した方が何倍もマシだろう。春ちゃんは張り切ってたし、きっと良い結果をもたらしてくれると思うんだ。澄んだ目をしていった。どうやら俺のいないところでお友達ごっこでもしていたらしいな。まあ犯人が捕まれば万々歳だしな。一抹の不安はあった。まともに考えて、幼児を誘拐し身代金を株券で要求してくるような犯罪者に、宇佐美のような少女が、対抗できるはずがない。ただ気にしすぎかもしれないが、どうも宇佐美にはそこの知れないようなところがある。俺としては犯人にきっちりと身代金を奪ってもらわねば困るのだ。あ、噂をすれば来たんじゃない？玄関で物音がした。します。お化けのような顔を覗かせた。よう宇佐美、汗だくじゃないか。まあ自分基本走り込みが足らないんで。わけのわからないことを言いながら玄関のドアにもたれかかった。
浅井さん、ありがとうございました。ロッカーを見張っててもらいましたよね。ああ、街で偶然会ったよな。そうだ、ロッカーに身代金が入っているから見張っててくれって。助かりましたよ、ほんと。あのロッカーに近づいた怪しいやつはいなかったぞ。そうっすか、お忙しいのにほんと恐縮です。時間にして1時間くらいだったかな。俺は宇佐美に頼まれて駅のロッカー付近にいた。ちょうど次の約束まで時間が空いていたから頼まれてやることにしたんだな。記憶を整理すると気分が落ち着いた。それで宇佐美。浮かない顔をしていた。どうだったんだ？まさか犯人を捕まえたとも言わないだろうか。はるちゃん。椿も期待の眼差しを向けていた。俺もいつの間にか手のひらに汗を感じていた。直後、宇佐美は椿に向かって頭を下げた。ごめん、犯人には逃げられた。宇佐美の表情は苦しそうに歪んでいた。こんな顔もするのか。気にしないで。はるちゃんがそばにいてくれるって思うだけで、いや、あまりそんな余裕はなかったけど、とにかく心強かったよ。ごめん。俺は努めて明るい声を出した。まあまあ、そう落ち込むなって。犯人の言う通りに動いたんだ。警察にも連絡していない。身代金に満足した犯人はきっとひろあきくんを解放してくれるさ。すると宇佐美が鋭い声を出した。それはないです。何？ひろあきくんは帰ってこないっていうのか？はい。きっぱりと言い放った。なぜだ？確かに犯人が約束を守るという保証はないけど、どうしてそう決めつけることができるんだ？そうだよ。犯人は身代金を受け取ったんだから。あとは信じるしか。宇佐美はゆっくりと首を振った。犯人はまだ身代金を手にしていない。なんだと？どういうことかな？私ちゃんと指定通りハンバーガーショップの前にケースを置いたよ。他の誰かが勝手に持ってっちゃったってこと？椿の問いに宇佐美はまた首を横に振った。椿、今日の朝家を出るときに私は言ったよな。最悪の場合、身代金だけは奪われないようにすると。そうすれば、たとえ犯人に逃げられたとしても、もう一度交渉のチャンスはあるとか。宇佐美は深くうなずいた。まさかお前。だからそうさせてもらった。どうやって？覚えがないか？何のこと？その時、宇佐美がおもむろに腕を後ろに伸ばした。半開きだった背後のドアを押し開くと何かを掴んだようだ。ケース？驚きの声が上がった。椿だけでなく、親父さんも含めて、その場の全員が食い入るように宇佐美を見つめた。椿から話を聞いていた俺には、宇佐美が何をしたのか推察することができた。すり替えたのか？さすが浅井さんです。そうです。混雑したセントラル街で私は椿にぶつかっていったんです。椿には思い当たる節があるようだった。そういえば誰かにぶつかって一度ケースを落として、あれははるちゃんだったの？その時すり替えさせてもらった。私が用意していたケースの中身は空だ。いつ用意したんだ？
朝一番に椿がケースを購入した後、同じものを買わせてもらいました。6000円は痛かったですが、それはまあどうでもいいです。なんてやつだ。ということは犯人は空のケースを持って逃走したということになるな。はい。身代金の株券はまだこのケースの中にあります。宇佐美はそれを抱えたまま犯人を追っていたというわけか。唐突に椿の親父さんが口を開いた。じゃあ、お金はまだあるんだね。土地を手放すということに未練があるのだろう。親父さんはどこか嬉しそうだった。はるちゃん。そう。椿も感動したようなため息をついた。俺も椿とはまた別の意味でため息をついた。そうか。なら勝負は持ち越しってわけだな。だといいんですが。余裕そうな顔をしているが不安もあった。犯人が逆上しなければいいな。はい、それが怖いです。それが怖いですって、お前、ひろあきくんの命がかかってるんだぞ。余計なことをしやがって。あ、浅井くん、やめて。はるちゃんは良かれと思って。浅井くんの気持ちもありがたいけど、あの株券も家族の身体がかかった大切なものなんだ。それを守ってくれたのは素直に喜ばしいよ。椿だけでなく、親父さんまで口を挟んできた。まあ、悪かった。首相な態度を見せておくとするか。宇佐美は身代金を渡したが、最後、人質は帰ってこないと思った。そういうことだな。はい。犯人、魔王はおそらく慎重な人物です。もっと言えば、身代金を渡そうが渡すまいが、人質を返すつもりはないのかもしれません。なるほど。ようやくわかった。どうせ人質が帰ってこないなら、せめて身代金だけでも渡さない。そういうことだったんだな。皮肉っぽく言った。合理的だな。宇佐美も恐ろしく合理的な女だ。宇佐美は押し黙った。宇佐美さん、警察を頼らなかった時点で責任は全て僕が持つつもりだよ。だからあまり思い悩まないでね。そうだよ。たとえ警察の人がいても犯人は捕まえられなかったのかもしれないんだから。まったく見るに耐えない光景だ。じゃあとりあえず株券を渡してもらおうか。親父さんが宇佐美に言った。宇佐美は分かりましたと返事をしてケースに手をかけた。思いもよらなかった。どういうことだ。目を見開いた。宇佐美の顔面が一気に蒼白になっていく。対照的に俺の心はどういうわけか勝利宣言でもしたかのように湧いていった。まるで俺の中にいる悪魔が牙をむき出しにしてなんやこれ、なんちゃらしているかのよう。ない。呆然自失の宇佐美がボソリと言った。ない。それは敗北の表情だった。どういうこと？なんでどういうこと？株券が、身代金が消えている。おい、ここで終わるか。まあどうして身代金がなくなったのか、どうしてそんなことがあったのか、ヒントは全部出ています。答えも全て出ています。ぜひね、この先は、皆さんご想像するだけではなく、ぜひプレイしてね、見ていただければなと思います。こちら確か Steam に海外版もありますので、外国の方もプレイできるようになってますから、やってみるのもいいのではないでしょうか。はい。まあおじさんは答えを知ってますんでね、
ちょっとあれなんですけど。あとこれ左上の、真ん中の左の、この黒い紙のやつ出てきてないね。こいつは一体何者なんだろうか。それも気になりますね。はい。ということで、途中ちょっとボイスがない感じで、おじさんがずっと朗読して、お聞き苦しい状況にはなっておりましたが、G 戦場の魔王、これにて、終わりたいと思います。はい。また別の作品でお会いしましょう。以上、お疲れちゃん。